名古屋市の大曽根から瀬戸市に続く瀬戸街道。現在でも重要な幹線道路ですが、古くは海沿いで作られた塩を信州方面に、瀬戸で作られた焼き物を名古屋に運ぶのに使われた道です。今日はこの瀬戸街道を西から東に走ってみます。ゴールは瀬戸市の鎌垣の小道です。また、瀬戸街道から分岐して上高地へ向かう水の街道と呼ばれた道があります。帰りはこの水の街道を東から西に戻ります。ゴールは瀬戸街道との追い分け付近にあった新井城跡です。おはようございます。私は今、名古屋市北区大曽根のオゾンアベニューに来ています。この通りは下街道と呼ばれた名古屋と信州方面を結ぶ道です。地下鉄の入り口付近には当時の道しるべが残されています。おそらく他から移設されたものでしょう。今日走る瀬戸街道はこの下街道から分岐しています。ここ大曽根商店街はかつては大須、円道寺と並ぶ名古屋の三大商店街でした。私も母親の実家はこの近くであったため、子供の頃にはよく遊びに来たものです。当時はまだアーケードがあり、田舎で育った私にとってはとても華やかなところでした。しかしその後、道路の拡張など再開発により人の流れが変わってしまったため商店街は衰退、ついにはアーケードが撤去され当時の雰囲気は失われてしまいました。私も思い出の一つが消えてしまったようで寂しいです。実は今日走る瀬戸街道と水の街道も現在はあまり古い街並みは期待できません。それでもなんとなくは旧街道を感じられるのではないかと思います。まずは現在の下街道と瀬戸街道の分岐点まで行きます。ここから瀬戸街道となります。本来の瀬戸街道はこのまま直進ですが、早速寄り道をします。山田天満宮に着きました。山田天満宮は名古屋三大天神の一つで菅原道真を祀っています。ご存知、学問の神様ですが、私の目的はこちら、銭洗いです。ここの水で宝くじを洗うとご利益があるそうです。ということでロト6を買ってきました。数字の選択はクイックピックで完全に運任せです。この恵比寿様、大黒様に3回ずつ水をかけて、その流れ出た水で宝くじを洗います。ロト6は40個の数字から6つを選ぶ方式で、6つ一致すれば1等最高2億円です。よーし、来い、来い。抽選はあさって、結果は動画の最後でお伝えします。瀬戸街道に戻ります。名鉄瀬戸線と JR 中央線の高架をくぐり名古屋市東区に入ります。ここから瀬戸街道は終点の尾張瀬戸駅まで名鉄瀬戸線と並走します。ここから県道15号と県道61号の重複区間を走ります。矢田川を渡ると名古屋市守山区に入ります。守山区は名古屋で唯一地下鉄の通っていない区です。その代わり、この上を走っている日本唯一のガイドウェイバスゆとりートラインがあります。大曽根小型緑地間は高架上をレールに沿って走り、その先は普通のバスとなります。高架区間は乗務員は大型2種免許に加え、無機乗電車の運転免許が必要だそうです。近々、立山
山黒部アルペンルートのトローリーバスが廃止されるため、無機乗電車運転免許はますますレアとなります。本来の瀬戸街道はここ小畑交差点を直進ですが、竜泉寺に立ち寄るため左折します。少し遠いので道中の映像はカットします。竜泉寺は以前訪れた地木寺と同じく尾張市観音の一つで、名古屋城の鬼門を守っています。馬頭観音を祀り、1000年以上前に創建されたと言われる歴史のある寺です。境内には何匹か猫がいるので、猫好きにはおすすめです。10円で鐘楼堂の鐘をつくことができるようです。煩悩まみれなので一発ついておきましょう。あ、それ。ああ、汚れた心が現れます。無垢な心で小畑交差点から瀬戸街道に戻ります。ここからは県道61号の単独区間となります。名鉄瀬戸線を渡り、ここからは線路の南を走ります。名2巻を越えます。旧大森村を通り抜けます。かつては大森城が近くにあったためか、旧道は可燃手となっています。尾張旭市に入り、東名高速の下をくぐります。尾張旭市は瀬戸街道の名古屋と瀬戸の中間に位置する市です。直進禁止のため迂回します。左の渋川神社は1000年以上の歴史があり、当時は湧き水があり、瀬戸街道を行き来する人や馬の休憩所だったそうです。県道に戻ります。ここ津川交差点付近にあるずんぼ石から帰りに走る水の街道が北東に分岐します。県道から一本外れたこの通りは国の登録文化財の建物もあり、瀬戸街道の当時の雰囲気を残す数少ない道です。現在尾張旭市の中心部を走っていますが、もともと旭とつく地名はここにはなく、日露戦争を機に旭村となりました。ここから旧瀬戸街道は県道を外れ北東に進みます。名鉄瀬戸線を北に渡ります。ここから瀬戸市に入ります。ここから瀬戸街道はまた名鉄瀬戸線の南側となりますが、線路が渡れないため迂回します。ここから瀬戸街道に戻ります。現代の瀬戸街道と呼ばれる道はこの南を走る県道61号ですが、今走っている道の方が旧街道です。ただし道自体は昔からありますが、瀬戸街道と呼ばれるようになったのは比較的最近です。一説には明治時代以降と言われています。この左に名鉄新瀬戸駅と愛知環状鉄道瀬戸市駅があり、現在の瀬戸市の中心街です。しかし旧瀬戸村の中心は終点尾張瀬戸駅よりさらに東です。ここから過去動画でも何度か走っている国道155号を走ります。
この左前方が名鉄瀬戸線の終点尾張瀬戸駅です。旧瀬戸村の中心地に入っていきます。ゴールの釜垣の小道までもう少しですが、先に寄りたいところがあります。瀬戸川を渡り深川神社の参道を通ります。一旦車を降ります。まずは瀬戸の産砂神であり、瀬戸の塔にゆかりのある深川神社に参拝します。近くの銀座通り商店街にやってきました。瀬戸市は将棋の藤井聡太名人の出身地です。新しいタイトルを獲得するたびにこの商店街での街頭インタビューがテレビで放送されます。このレトロな雰囲気、いいですね。このアーケードのある通り、私が幼き日に大曽根で見た古き良き商店街の風景がここにありました。シャッターの閉まっている店も多いですが、なんとか頑張って存続してほしいものです。では往路のゴールである釜垣の小道に向かいます。この辺りには昔の街並みがよく残っています。以前に行った常滑もそうでしたが、焼き物の町には今でも昔の景色がよく残っています。釜垣の小道に着きました。近くの店で瀬戸市の B 級グルメ、瀬戸焼きそばを買ってきたのでランチです。見た目は普通の焼きそばですが、肉の味がしっかりしていて美味です。では、釜垣の小道を歩きます。最近 SNS では、古い iPhone で撮った動画がエモいと話題になっていたため、私も古い iPod Touch を引っ張り出してきました。エモそうなところをこれで撮影してみたいと思います。釜道具などを使った特徴的な石垣は釜垣と呼ばれます。古民家を利用したギャラリーです。資料館の中庭です。いかがだったでしょう？エモかったでしょうか？そもそもエモいとはどういう感覚ですか？では、袋のスタート地点、乗光寺までワープします。はい、乗光寺に着きました。乗光寺は尾張徳川家の初代である徳川慶直の廟所のある寺ですが、今日は通路が工事中で入れなかったので早速出発します。では、水の街道を名古屋方面、西に向かって走ります。まずは山をどんどん下っていきます。この道はあくまで後年にできた車用の道で、本来の道は正門に続く石段です。尾張徳川家の開祖である徳川慶直は狩りを好み、よくこの山に訪れていたそうです。そして乗光寺にも都度立ち寄り、この場所を気に入り、自らの墓をそこに建てるように命じました。その後、2代徳川光友をはじめ、歴代の藩主たちは慶直の墓を参るためにこの道を利用しました。そのため、水の街道は別名、殿様街道とも呼ばれます。ちなみに、水の街道は公式な道ではなく、あくまでそう呼ばれていた道です。本来の水の街道はこの左の細い道なので、徒歩で撮影します。
はや恒例となりつつある徒歩パートです。映像は下りのみですが、ここまで標高差 100m 近くを登ってきています。一応この道はハイキングコースとなっており、路面は石が固定されていますが、凸凹で決して歩きやすい道ではありません。最近この近くの公園では来園者がイノシシに襲われ重傷を負う被害がありました。そしてツキノワグマの目撃例もしばしば報告されているため、この道でエンカウントしても何の不思議もありません。なんとか開けた場所まで出ました。車からの映像に戻ります。水の街道の名前の由来となった旧水の村を走ります。水の川を渡ります。愛知環状鉄道の高架下をくぐり、国道155号に出ます。ここから先は土地開発が進み、古い町並みは一切残っていません。それでも一応できるだけ旧街道に近い道をたどっています。ここから尾張旭市に戻ります。旧街道はこの先愛知森林公園の中に消えています。愛知森林公園は広さ約466ヘクタールの広大な公園です。尾張旭市の面積の約6分の1はこの公園です。この辺りから水の街道に戻ります。左手には殿様街道の案内板があります。案内板によると、水の街道は名古屋城を築城する際に石垣の石を山から運ぶためにも使われました。行きに瀬戸街道で見たつんぼ石はその際に2から転げ落ちた石の一つと言われています。新井城のあった旧新井村に入りました。白山街道と呼ばれる道から細い道に入ります。この先水の街道は名鉄瀬戸線の向こう側、雪に通った須川交差点付近まで続いていましたが、今はほぼ残っていません。この旅のゴールである新井城のあった白山公園に向かいます。白山公園に着きました。この城は旭城で、この地にあった新井城の模擬天守です。城の4階からは田んぼアートが見えますが、今はまだ時期尚早です。南北朝時代に武将水野義晴はこの地に新井村を開き、居城として新井城を築城しました。その後、その子孫である水野織田の上宗国がこの場所に新たに新井城を築城しました。この辺りの城としては規模が大きかったようですが、資料に乏しく、詳しいことは不明です。城跡には現在土塁のみが残されています。同じ公園内にあるスカイワード旭の方が見晴らしは良さそうなので、そちらに移動します。今日走った瀬戸街道が一望できます。いつもならここでお別れですが、今回は重要なイベントが一つ残っています。月曜日、ロト6の抽選日です。私の買ったのはこの5通り。1等は6つの数字の一致、5等の3つで1000円の元は取れます。よーし、来い、来い。18、19、23、25、27、32。5等1000円が当たりました。金額はしょぼく思われるかもしれませんが、確率はおよそ 2.5% です。
ありがとう、山田天満宮。ご視聴ありがとうございました。